今回は先日行ったアンケートで最も多くの票を集めたバンバンが地下家族になった理由について考察していきたいと思います。投票してくださった皆さん、本当にありがとうございました。今回の手がかりは壁画、ギター、そしてバンバンの悪魔化です。この動画が参考になったらぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまずは壁画から見ていきましょう。壁画。バンバンが地下の家族と関わっていたことが強く示唆されたのはバンバン8の最初のオフィシャルティザートレーラーでした。ここではフランボの登場とともにギターを持つバンバンの姿が初めて公開されています。地下に放棄された実験体たちの中になぜバンバンがいたのか、多くのプレイヤーがこの場面で強い疑問を抱いたはずです。登場していたマスコットはタマタキ&チャマタキ、ゾルフィウス、ビターギグル、シリンジョン、キティザウルス、ダダドゥ教、ブラシスタ、いずれも幼稚園のマスコット像からは外れており、異様な顔ぶれに映ります。さらにバンバン自身が彼らを地下のミュータントと表現しているため、ファンの間ではこの集団を地下の家族と呼ぶ流れが生まれました。この流れから、かつてはバンバンは元来メインマスコットではなく地下の家族の一員だった。フランボの立場を奪って表舞台へ上がった。といった見方が多く語られてきました。私自身も当時はその可能性を感じていました。バンバンゼロでは、バンバンがフェラル化を起こしたことにより再利用が決まり、その後任としてフランボが制作された経緯が語られます。表層だけ見れば、再利用の結果として地下に放棄され、やがて地下の家族へと位置づけられた、と受け取るのが自然に思えるでしょう。ところが、その後に事態は大きく動きます。シリンジョンとバンバンによる計画によってフランボの存在が隠蔽され、結果として再びバンバンが選ばれる展開へとつながりました。現在描かれるバンバンは、幼稚園のメインマスコットとして前面に立ち、バンバンファミリーの一員として壁画にもはっきり残っています。ここで一つの疑問が浮かびます。どのタイミングでバンバンは地下の家族となったのか、この時点の意向をどう捉えるかが今回の考察の核心になっていきます。隠された壁画。この壁画の登場シーンは多くありません。しかし、よく観察すると壁が取り壊されて姿を現したような印象を受けます。つまり、もともと普通に描かれていた壁画を誰かが壁で覆い隠し、何らかの理由でその壁が崩れた結果、封印されていた絵があらわになったということです。この描写には、隠された過去や真実を象徴する意図が感じられます。では、この壁画を描いたのは一体誰なのでしょうか。その答えとして最も有力なのが、ブラシスタです。彼女は芸術家であり、これまでに複数の絵を残してきました。当初、管理部はブラシスタをイラストレーターとして設計し、幼稚園マスコットたちのデザイン制作を任せていた可能性があります。ただし、彼女の初期更新レポートは発見されておらず、どのような目的で生み出された存在なのかは未だ不明です。とはいえ、王国メンバー全員に固有の役割が与えられていたことを踏まえると、ブラシスタにも保安官、女王、外科医と同様の役割、芸術家としての使命があったと考えるのが自然です。その延長線上に、壁画制作という行為があったのでしょう。習熟には時間と経験が必要です。ブラシスタも例外ではなく、彼女が初期に描いたとされるクラウレンゾたちの壁画など、複数の作品を通して徐々に技術を磨いていったとみられます。そうした過程を経て、ブラシスタは真の芸術家として覚醒していったのです。現在では、彼女はアリクイという別名義で活動している可能性も考えられます。さらに注目すべきは、この壁画にゾルフィウスの姿が描かれている点です。ゾルフィウスは管理部が把握していない存在であるため、この壁画は上層部からの依頼ではなく、ブラシスタ自身の意思によって描かれた可能性が非常に高いと考えられます。彼女は劇場でフランボ&フレンズという作品を残し、さらにジバニウム村の壁画にも関わっていた形跡があります。これらの作品群から、ブラシスタはフランボこそが主役であるという真実を後世に伝えようとした人物だったと推測できます。つまり、ブラシスタは単なる芸術家ではなく、隠された真実を作品という形で未来へ残そうとした記録者だったのです。時期特定。この地下の家族の壁画には、ゾルフィウスの姿が描かれています。さらに、王国メンバーの5名が放棄された後の時期に描かれたことを示唆しています。一方で、バウンセリアやトードスターは、まだ幼稚園マスコットとして選別中の段階でした。仮想の壁画を見てもわかるように、幼稚園計画そのものが、すでに、バンバンファミリーと地下に放棄された家族という2つのグループに分けられていたことが読み取れます。したがって、
この壁画はバンバン幼稚園の計画が経営陣や管理部によって進められていた時期のものと考えられます。最も初期の記録であるチバニウム更新レポート2には、すでにバンバン幼稚園のロゴが登場しています。このことは、当時すでにマスコットたちの構想が固まっていたことを意味します。でなければ、ロゴという象徴的デザインを作ることはできません。つまり、この壁画が描かれたのは、ゾルフィウスの存在がまだ秘密とされていた時期であり、マスコットたちのデザインがほぼ確定していた頃、さらにトードスターがまだ放棄されておらず、バンバンがギターを持っていた時期ということになります。ゾルフィウスが秘密として記録に残っている時期と、トードスターがふるいにかけられている時期は、同じ手紙の中で言及されています。この一致から、両者が同一の時系列上に存在していたことが明らかになります。また、バンバンはこの段階ですでにマスコットとしての地位が確定しており、後の時期にはギターを持たない姿で登場しています。このギターとバンバンには2つの重要な手がかりがあります。一つはバンバン3で子供が描いた絵、もう一つはバンバン0で登場したギター。この2つの要素こそがバンバンの過去と現在をつなぐ証拠となるのです。子供の絵、ギターを持つバンバンは過去の存在だと考えられます。では、なぜ今になって子供がその姿を絵に描けたのでしょうか。この子供の絵は壁画のすぐ近くに描かれています。キャプテンフィドルズにズボンを履かせている描写からも、床の絵と壁画の関連性が伺えます。子供たちは実際にはトードスターに会っていません。それにもかかわらず絵に描かれているということは、壁画を見て描いたと考えるのが自然です。では、壁画のバンバンと床に描かれたバンバンは何が違うのか。それは尻尾が描かれているという点です。この尻尾のあるバンバンは悪魔化した姿を示しています。しかもギターを持っている。つまり、地下の家族の壁画に描かれたバンバンとも異なる存在です。この違いの理由は、子供の手紙にヒントがあります。手紙にはこう書かれていました。邪悪な赤い男からクラゲが助けてくれた。クラゲの家に行くことになった。パーティーをした。この内容から、邪悪な赤い男は悪魔化したバンバンであり、その時クラゲであるフリンが子供たちを助けたことがわかります。その後、フリンは子供たちを自分の家、つまりビーチのある精神世界へと連れて行き、そこでパーティーを開いたのです。手の周囲に描かれた電波のような模様は、精神世界へ連れて行かれる描写と考えられます。そしてその世界の中で、バンバンはギターを弾き、子供たちを盛り上げていました。つまり、この時の精神世界のバンバンには尻尾があり、ギターを持っていた。子供たちはその姿を見た後に、絵として残したのでしょう。フリンがこの姿を知っていたのは、彼が精神世界そのものを生み出した存在だからです。だからこそ、子供たちが見たバンバンの姿を、現実とは異なる形で記憶していたのです。このフリンの精神世界には、まだ多くの謎が隠されています。その詳細については、別の動画でさらに掘り下げていきます。ただ一つ確かなのは、この世界は現実ではないということ。故に、現実世界のバンバンと姿が異なっていても不思議ではありません。この精神世界では、キャプテンフィドルズやチューチューチャールズ、空を飛ぶラマンバ、そして声の異なるダダドゥ教など、現実には存在しないキャラクターたちが登場しています。したがって、尻尾の生えたバンバンがギターを弾く光景もまた、現実ではなく精神世界で起きた出来事だった可能性が高いと言えます。時系列で整理すると、バンバン2でフリンがフロア2で子供たちと出会い、バンバン3で彼らを別のフロアへ導いた。その場所で子供たちはクラゲへの手紙を書き、パーティーを楽しんだのです。やがて子供たちは、その思い出、ギターを弾くバンバンの姿を絵として残しました。さらに、バンバン4で見つかる手紙には、今までで最高のパーティーだったと書かれています。つまり、それ以前にも複数回のパーティーが開かれていたということです。このことから、子供たちは何度も精神世界へと招かれていた可能性が浮かび上がります。そして何より重要なのは、フリンがバンバンのギターを知っていたという点です。この描写は、ウスマンの趣味が反映されていた可能性を示しています。バンバンゼロでのギター、バンバンゼロに登場するこのギター、それは一体誰のものだったのでしょうか。地下の家族の壁画で、バンバンがギターを手にしていたからといって、これが必ずしも彼自身の持ち物だったとは限りません。もともとこのギターはブロブの部屋にあり、ロッカーの中に静かに収納されていました。ギターを持つバンバンが登場した後、このギターがバンバンゼロで描かれたことで、多くのプレイヤーがこれはバンバンのギターだと感じたことでしょう。しかし、それこそが制作者の仕掛けたミスリードだった可能性があります。このギターは本当にバンバンの持ち物だったのか、それとも彼がどこかから盗んできたものだったのか。
現時点ではどちらとも断定できません。ギターを調べると、そこにはこう表示されます。まだ誰もこれを拾っていないことに驚いている。この一文をどう捉えるか、良いギターなのに誰も盗まないことへの驚きなのか、これから誰かに拾われるという伏線的な予告なのか、そもそも鍵がかかっていたから誰も取れなかったという単なるジョークなのか。私はこれをジョークとして受け取りました。というのも、この部屋の主であるブロブ自身が、僕は間違った部屋に入れられたんじゃないのかと語っているからです。そして作中で語られるフランボの部屋の隣がバンバンの部屋という設定、あれも実際には虚偽だったことがわかります。バンバンはフランボの部屋にあった机や棚、観葉植物を羨ましがっていました。しかし実際に隣の部屋にも似たような家具が揃っていたのです。この矛盾から考えると、ブロブのいるその部屋こそバンバン本来の部屋だった可能性が高いと言えます。さらに重要なのは、この部屋のレポートで初めてバンバンのケース 6B が言及されている点です。このことは部屋とバンバンとの間に直接的な関連性があることを示唆しています。まだ誰もこれを拾っていないことに驚いている。もしこの言葉がフランボの感想だとすれば、彼にはこのギターの価値が理解できていたことになります。同じゲノムを持つバンバンもその感覚を共有していたはずです。そう考えると、この部屋の本当の主はバンバンであり、このギターもまた彼自身の持ち物だった可能性が高いと言えます。この推測を踏まえると、バンバンはすでにギターを所有していたことになります。時系列を整理すると、次のような流れが見えてきます。ギターバンバン、子供バンバン、現在のバンバン。ここまでの流れで時系列上の整理はつきました。しかし、ここで最大の謎が残ります。なぜバンバンは地下の家族になってしまったのか。次の章ではその理由を詳しく掘り下げていきます。悪魔。バンバンは通称悪魔。彼自身が悪魔化し、凶暴化したことで危険な存在として地下に封じられたと考えられます。この説が現時点で最も自然な解釈と言えるでしょう。さらに深淵にはバンバンよりも強い存在が潜んでいることも示唆されています。そのためバンバン9以降ではより強力な敵が登場する可能性が高いと見られます。またバンバン8の昔の病院の記録では、バンバンは失敗に終わったと明記されており、この時点で一度地下送りが決定していたと考えられます。ただし他のレポートでは、フランボが目覚めるまで他の実験体と一緒にすると記されており、実際に物理的に地下へ捨てられていなかったとしても、再利用対象となった実験体たちが地下の家族として扱われていた可能性があります。これらこそが壁画に描かれた存在たちだったのかもしれません。またバンバンがナブナブとナブナリーナに向かって、2人が最初から地下のミュータントの一員じゃなかったのが不思議なくらいだ、間違いなく馴染むはずだからねと語っている場面があります。この発言からも異質な存在イコール地下の家族という構図が明確に浮かび上がります。さらに重要なのは、この発言がバンバン自身が地下の家族を認識していた証拠であるという点です。つまりバンバンは表向きは幼稚園のメインマスコットでありながら、同時に地下の家族の一員でもあったということ。この二面性こそこれまで隠されてきた真実です。そして壁画に描かれたバンバンたちは、ブラシスタが管理部に隠れて描いた作品だった可能性が高いと考えられます。封印されていたその壁画がついにあらわになった。それは隠されていた真実の暴露そのものだったのです。対立する二人、ここで整理してみましょう。真実を公にし作品として残そうとしたアリクイ・ブラシスタ。彼女はフランボを支持する立場にありました。対して真実を隠し秩序を守ろうとしたシリンジョン、彼はバンバンを支持していた側に位置します。この対立構造によってブラシスタとシリンジョンが完全に正反対の思想を持っていたことが浮かび上がります。一方は芸術と真実の解放、もう一方は秩序と統制の維持。この2つの理念が衝突することで物語の裏にある地下家族の分断が生まれたと考えられます。またバンバンとフランボの最大の違いは悪魔化の象徴でもある尻尾の有無です。バンバンは悪魔化すると尻尾が生えるのに対し、フランボには最初から存在しません。つまりバンバンゼロ以前の個体こそ悪魔であり、その悪魔的要素を取り除いて生まれたのが改良版ゲノムとしてのフランボ、アンチデビルなのです。フランボの誕生目的にもバンバンの基地の問題を修正するという明確な記述があり、これはすなわち悪魔化の修正を意味しています。したがってフランボの存在そのものが悪魔化を克服した新しいモデル、対バンバン的存在であると言えるのです。尻尾を切ったのは誰か。では
悪魔化したバンバンの尻尾はいつ、そして誰によって切り落とされたのでしょうか。その答えとして最も有力なのがブラシスタです。彼女の作品である王国のダガーにはジバニウムの付着痕が確認されています。ジバニウムは人間における血液に相当するものであるため、この付着はバンバンの尻尾を切り落とした象徴です。刺すという描写は切り落とすという行為をプレイヤーの意識から隠すための演出、すなわち制作者側によるミスリードだったと考えられます。また刃の根元までジバニウムが残っていない点も重要です。これは突き刺したよりも切断した動作であったことを示しています。ブラシスタはこの出来事を痛ましい記憶として作品に残しました。それは彼女にとって芸術と懺悔の両立した証言でもあったのです。バンバンとブラシスタの関係。バンバンとブラシスタが実際に一緒にいたシーンは確認されていません。しかしバンバンゼロで発見されたバンバリーナのテストに2人の関係を示唆する重要な手がかりが隠されています。質問内容はこうです。あなたのお気に入りの友達は誰ですか？その回答はアリクイとヒキガエル。アリクイはブラシスタ、ヒキガエルはトードスターを指しています。この答えからこの時期にブラシスタとトードスターが共に存在していたことがわかります。しかも彼らは友達として認識されていました。つまりこのテストの回答者はバンバン自身だと考えられます。彼はバンバリーナと直接会話が可能な唯一の存在であり、その回答はブラシスタとの交流を持っていた過去の証拠でもあるのです。一方でピター・ギグルは王国時代のメンバーでブラシスタやトードスターと親交があったと見られますが、これはバンバンゼロよりも後の時系列に属する出来事です。したがってバンバンはより早い時期にブラシスタと接触し、同時にトードスターとも友好関係を築いていたと考えられます。その関係性は後の行動にも現れています。バンバン4ではトードスターがバンバンをローではなく医務室へ運んだ描写が存在します。この行動はテストで語られた友情が時間を超えてなお生き続けていたことを示していると言えるでしょう。まとめ、バンバンは悪魔化した異質な存在として描かれています。その姿を地下の家族としてブラシスタが秘密裏に描き残し、さらに悪魔化の象徴であった尻尾を切り落としたのも彼女だったと考えられます。ブラシスタはその痛ましい出来事を真実の証として作品に刻んだ芸術家でした。これが現段階で導き出せる最も自然で整合性のある結論です。今後、探検でぬいぐるみを指した人物の正体についてもさらなる検証が必要になります。その謎こそが物語の核心、バンバンとブラシスタの最終的な因縁へとつながっていくのかもしれません。